どうもこんにちは、革靴の金です。今日は革靴のデザイン解説シリーズです。前回ストレートチップパンチドキャップ等についてデザインの生まれた歴史、そしてクラシックな革靴としてのデザインの立ち位置なんかを解説、そしてオーダーするならこの革がおすすめみたいな、そういった話をしたんですけど、それの続きということで、今回岸澤ワーク MTO のデザインでいうとマホガニ、そしてチークですね。フルブログとセミブログになります。ただこのデザイン、岸澤ワーク独自のものでは全くなくて、一般的なクラシックの革靴として広く親しまれている伝統的なものですね。今回はこのセミブログとフルブログというデザインについて、歴史からディティール、そして岸澤ワークの MTO について解説していきたいと思います。このセミブログとフルブログ、セミとフルと名前ついてますけど、どちらもブログシューズ、ブローギングシューズとか言ったりしますけど、の中に含まれている靴ですね。このセミブログとフルブログというデザインはそれぞれ、明確な違いがあります。セミの方がつま先がキャップ形状、一文字になっていて、フルの方がつま先がウイング形状、鳥の翼のような形状になっています。セミブログ、フルブログと呼びます。他にもクォーターブログとかオーストリティブログとかいくつかあるんですけど、革靴のクラシックなデザインの中ではやっぱりセミブログ、フルブログというのがブローギングシューズの代表格です。このブローギング、ブローグシューズとは何かというところから入っていきます。どうやらですね、いろいろ調べたところによると、ブログというのは今英語の綴りだとブログ BROGUE なんですけど、もともとアイルランド語、スコットランドゲール語のブログ BROG ですね。O がちょっと違うんですけど、ブログっていう言葉に由来しているらしいです。このスコットランド、アイルランド語のブログっていうのはもともとはね、靴を指しているらしいです。本当にただ靴です。なので、今はこういった穴飾りのついている靴のことを後でいろいろ解説しますけど、ブログシューズと呼ぶんですけど、もともとブログというのはそもそも靴を表す言葉です。ただこの穴飾りの開いた靴をブログシューズと呼ぶようになった理由は、そのスコットランドとかアイルランドの方の地方って湿地帯が多くて、水の中、足首まで浸かるような湿地帯を歩くこと多かったらしいんですよ。そういう都市で履く靴じゃなくて、田舎の足元が悪いところで履く靴、そういう場面が多くて、水濡れて、水が中に入り込むじゃないですか。それを靴に穴を開けることによって中に入ってしまった水を外に出すとか、空気を通して乾燥させやすくするみたいな意味があったという説がね、結構有力だそうです。僕はこれで思いました。だからそもそもで言えば、今この現代のブログシューズっていうのは穴飾りとして貫通してないですけど、昔のそういう湿地帯で履いていたブログというのは中まで穴が貫通してたってことですね。でその穴が貫通してて、水が外に出ていくようになっていると。でも思いませんか？穴開けたら水排出できるのはいいけど、水入ってくるじゃんって僕は思ったんですけど、そこはちょっと議論にもなるポイントでもあるようで、ただ、その説としては、そもそも足首からもガンガン水入ってくるので、もう水濡れる前提、もう染み込む前提で排出することに重きを置かれたみたいな。でちょっと話ずれるんですけど、僕タイに行った時に、タイの人って革靴履くのかだって、正直あんまり履かないんですよ。富裕層で、ずっと車に乗ってたり室内にいる人は履きますけど、雨も多いのでなかなか革靴は履きづらい。じゃあ現地の人が何を履くかっていうと、やっぱサンダルなんですよね。裸足でサンダルを履く。もう濡れる前提、濡れてもいいから乾きやすいみたいな、そういう意味でスコットランド、アイルランドの靴ブログは濡れてもいいから排出する、排水して乾きやすくするための穴だったと、そういう説がありますね。あとは、そういった機能性も説としてあるんですけど、もともと飾りとして穴開けてたんじゃないかっていうのもあるみたいですね。現代でこの穴飾りっていうのは飾り目的、装飾目的であるように、昔も装飾目的だった可能性もあるそうです。それが現代のブログシューズの特徴である穴飾りについての起源、歴史の部分ですね。で他にもブログシューズを構成するディティールっていうのは
いろいろありまして、大きく4つあります。1つがこの穴飾りですね。もう1つがウィングチップ、つま先が W の形状をしたデザインのラインですね。そしてもう1つがメダリオン、つま先にある穴飾りのことです。もう1つがギンピング、これは革の切断面が直線じゃなくてギザギザしていることですね。この4つが主にブローディングシューズで特徴とされるディティールですね。穴飾りの次、ブローディングシューズの代表的なディティール、ウィングチップですね。ウィングチップというのはつま先の皮が鳥の羽のように W の形状になっているというディティールなんですけど、このウィングチップの由来っていうのはかなり不明確らしくですね、このデザインとしてこのウィングチップっていうのが出てきたのは19世紀後半から20世紀にかけてイギリスの革靴文化の中で生まれたものなんじゃないかという感じでしたね。この辺の具体的な考案者とか記録は残ってるわけではないみたいです。で、先ほどの穴飾りが排水の意味があるんじゃないかみたいな、そういうのとは違ってウィングチップの機能性というのはなさそうですね本当にただの装飾目的、このブログ穴飾りの靴というものに合わせて考えられたデザインの一部だそうです。確かにこのウィング形状非常にデザインとして優れていると思うんですけど、納得できる機能的理由は見つからないので単純な装飾目的なんでしょうね。実際靴作ってるとこのブログウィングチップの部分って型紙的にも靴の強度的にも履き心地的にもほぼ意味ない、むしろどちらかというとデメリットにも捉えられることが多いと思いますね。本当に装飾目的だと思います。次はメダリオンですね。このつま先に施される穴飾り、こちらの由来なんですけど、この辺もウィングチップと同じく考案者とかもわからないし具体的な年代とかもわからないですけど、20世紀初頭1900年代にはもうすでに存在していたらしいです。こちらも同じく機能的には意味はなく単なる飾り。おそらくスコットランドアイルランドの昔の靴ですね、ブローグはさすがにつま先に穴開いてると排水というよりはやっぱり水入ってくる方が大きいと思うんですよね。なのでこれはそういった機能性とかじゃなくて他のこの全体の穴飾りに合わせて入れられたデザインとしての飾りなんじゃないかということですね。で、メダリオンっていくつか古典的なものがあります。例えばこちらのタイプとかこれとか、それぞれ多分呼び名がついてるんですけど、僕はこのねラムズホーンっていうやつしかね名前はちょっと知らないです。あとは幾何学模様だったりとか、いくらでもオリジナルなことやっていいんでイニシャル入れたりとか、最近現代の靴はいろんなものがありますね。本当にもともとただの飾りなので、飾りとして何をデザインしてもいいということですね。ただこのメダリオンでよくある、ラムズホーン、これはどっちが先か分かんないです。羊を模して飾りを作ったからラムズホーンなのか、それとも飾りなんとなくあったやつが羊の角に見えるからラムズホーンになったのか、どっちが先か分かんないですけど、羊というのはスコットランドとかアイルランドの地方ではかなり羊の産業は盛んじゃないですか、ウールとか。だからそういった自国の文化を表す紋章としてあったのかなっていうのと、あとアザミっていうのも結構メダリオンで特徴なんですけど、アザミはスコットランドの象徴なので、そういったスコットランドに起源を持つ靴としてアザミを入れるっていうのはかなり筋が通ってますよね。なんかこのスコットランドの逸話に敵兵が夜襲した際ですね、夜を襲ってきた時に裸足でアザミを踏んで痛くて「痛え!」みたいな声を出して、その声でスコットランド軍がこの夜に攻めてきてるのに気づいて助かったみたいな、なんかそんな逸話があるらしいです。スコットランドではアザミが国の花、国花ですね。最後に特徴的なディティール、ギンピングですね。ギンピングは革の断面をただカットするだけじゃなくてギザギザにカットしていることを言うんですけど、ギンピングはこのブローディングシューズ以外にも全然靴のデザインとして使われるんですけど、一緒にセットになって使われていることが多いです。逆に現代のブローディングシューズっていうのはギンピングあるものもありますしないものもある。でこのギンピングはこれまた同じように発祥や詳しい由来というのはわからない。で機能的意味もおそらくなく、ただの
デザイン的な装飾目的じゃないかと。ただ昔から布ではこうギザギザカットってあるんですね。今でもあるじゃないですか、このギザギザにカットする。これは布の場合はこうギザギザにカットするとほつれづらくなるっていうのがあるんですけど、革はほつれるほつれないは関係ないです。ただそういった布にあるこのカット技法っていうのが革にも転用されて、デザイン的に使われるようになったんじゃないかみたいな話もあるみたいですね。ちなみに僕前からどっちがどっちと思ってたのがギンピングとピンキングです。切るハサミをピンキングバサミって言うんですよ。でも靴のここはギンピングって言うんですよ。なんか綴りミスかなんか言い間違いかなんかかなと思ってたんですけど、僕は靴のこのギザギザはギンピングって呼んでました。これは一応使い方の違いとしては、ピンキングっていうのはギザギザにカットする加工方法そのものらしいです。だからギザギザにカットするハサミはピンキングバサミで、それによって作られた主に靴で使われるらしいんですけど、このギザギザに加工されているこのディティールのこと、これをギンピングというそうですね。ということで大きく分けて4つブログシューズのディティール解説したんですけど、正直誰かがこういう発明をしてどうみたいなそういう具体的な部分はかなり少なくて、なんか歴史の流れの中で徐々に生まれてきたそういうデザインらしいですね。調べててそうなんだっていうことというよりはあんまり分かんないんだなっていうあんまりすっきりしなさはあるんですけど、一応そういった一部これじゃないかという由来はありましたね。でまとめると、ブローギングシューズというのは段階があります。装飾の少ないものから多いものまで。一番少ないのは前回の解説したパンチドキャップと、つま先キャップの部分にだけ一文字穴飾りが入っている。そこからさらに装飾が増えるとバンプラインやカウンターのラインにも穴飾りが増える。ただメダリオンはない。それをクォーターブログですね、4分の1です。そしてその次がセミブログ。セミは半分という意味ですね。装飾が半分のブローギングシューズ。これはクォーターブログにさらにメダリオンが追加されます。そして最上級に装飾的なのがフルブログ。穴飾り、ギンピング、メダリオンあり、さらにウイングチップになっています。なので段階としてはゼロブログっていうのはないですけど、ゼロだとするとこれキャップとオックスフォードですね。何の飾りもない。で上にパンチドキャップとオックスフォードっていうのがあります。これまだブログって名前ついてないですね。でその次がクォーターブログ。これ4分の1ブログです。でその次がセミブログ。半分。そしてフルブログ。これで、目いっぱいのブログです。そういった感じで装飾の多さと名前が段階的になっているというのがこのブローギングシューズのファミリーというかデザイン群ですね。でギンピングは、本来はフルブログっていうのはギンピングも全部含んで言うらしいんですけど、このフルブログはギンピングないですし、現代のフルブログ、セミブログでギンピングありなしっていうのはデザイン的にどういう風なデザインをしたいかによって選ばれているような気がします。でこのフルブログとセミブログなんですけど、面白いのがこのさっきの段階で言うとどんどん装飾が高まっていった順に開発というか発明されていったのかなと思いきや、フルブログの方がセミブログより先にあったみたいです。でこういったウイングチップのデザインを少しフォーマルにしたい、ちょっと都会寄りにしたいということで、つま先をウイングではなくキャップにしたのがセミブログだそうですね。フルブログよりもセミブログの方が後に生まれています。だから単純にキャップとオックスフォードからどんどん装飾を足していったというわけでもなさそうです。ジョン・ロブ・ロンドンが顧客向けにフルブログを少しフォーマルにしてセミブログを提案したという、そういった説があるようですね。今セミブログの最も古い記録としてはジョン・ロブの作った1905年のものだそうです。だからセミブログの歴史でも120年、フルブログはそれよりもさらに古いと。でもそう言われるとなんか古いようで新しいような、意外とこうやってクラシックな靴の代表格として語られるブログシューズも100年ちょっとの歴史なんだなというところですね。でイギリスのその靴文化の中でもともとこのブログシューズというのはカントリーシューズ、もともとこのスコットランドのこの地帯で履かれてたものなので、そういう田舎だったり森の中、ハンティングとか、ゴルフとか、そういった時に履く
アウトドア用の靴みたいな立ち位置だったみたいです。こうやって穴飾りがいっぱいあるので傷とか汚れは目立ちにくいと。ただ徐々に都会の着用もされるようになって、イギリス王室がねこう履くようになると結構そういうのって広まったりしますけど、そういった形でだんだんビジネスでも着用されるようになっていったデザインということですね。もともとは全くスーツに合わせるようなデザインではなく、そういったカジュアルウェアに合わせるデザインだったけど、時代の変遷で現代ではイギリスでも普通にスーツにも合わせられるということですね。なのでもともとはそういったカントリー寄りのデザインなので、本当のフォーマルな正式な場では着用は NG ですね、一応という歴史的な部分があります。本来はやっぱりスーツ着るときはキャップとオックスフォードを合わせるべきだと、そういうクラシックの文脈はありますが、現代ではそういうことはなく、一般的なスーツビジネススタイルでは合わせても問題ないですし、広く受け入れられてますね。ただ本当にフォーマルな場、お葬式だったりとか結婚式の風景とかだったりすると避けた方がマナー的には無難じゃないかぐらいな感じですね。日本ではさらにそこが緩いので、ブログシューズ履いても全然問題ないとは思うんですけど、特にねこのフルブログは本当に見た目が華やか、もうパッと見で華やかなので、ある程度気にしてもいいのかなというところですね。ただ、少し前にイギリス王室のフィリップ殿下のお葬式にヘンリー王子がフルブログ履いていたっていう写真がちょっと話題になったんですけど、なのでイギリス王室もだんだん服装のこの伝統的なマナーというか格式っていうのが柔らかくなってきてるんじゃないかみたいな話題があったんですけど、ヘンリー王子はアメリカに住んでたことも長く結構自由な感じなので、フルブログ好きで履きたいから履いたぐらいな感じなのかもしれないですね。イギリス王室が特別緩くなったというわけではなく、ただ一昔前だったらもしかしたら絶対にいやキャップとオックスフォードじゃなきゃダメだっていうところがフルブログ履きたいならいいんじゃないぐらいになったんだとしたら、少しずつイギリス王室このクラシックファッションの伝統日本となってきたイギリス王室が少しずつそういったしきたりに対して厳しくなくなってきている部分もあるのかもしれないですね。でこのブローギングシューズなんですけど、イギリスとアメリカではちょっと性格が違うんですよね。イギリスの靴でブログといえばやっぱりフルブログ、セミブログなんですけど、アメリカ靴のブログっていうのはロングウィングチップっていうのがあります。このアメリカのブログの歴史なんですけど、もちろんこのスコットランド、アイルランドから発祥のブログがイギリスで発展して、それがアメリカに持ち込まれたんですけど、アメリカではカントリーサイドで履く靴っていうよりは割とどこでも履ける上品な靴みたいな感じで受け入れられたらしく、結構昔からビジネスシーンでも取り入れられてたみたいです。でアメリカの代表的なデザインでもあるロングウィングですね。これも詳しい発祥や由来は分かってないんですけど、このウィングチップを落とさずにかかとまでぐーっと伸ばしていくというね、アメリカ靴らしい雄大なデザインだなと思うんですけど、これがなんか分かんないですけどアメリカで人気になって、アメリカのね各社今でも存在するレイドマンズ、そしてオールデンですね。最近はもうほぼ潰れちゃってますけど、フローシャイム、アメリカの民芸靴といえばフローシャイムですけど、で数多くこのロングウィングのモデルっていうのは生産されて、やっぱり中古市場でも本当に見ること多いですし、現代オールデンでもやっぱりロングウィングのモデルっていうのはアイコン的なモデルですよね。イギリスからアメリカに渡った後にアメリカならではのブローギングシューズの発展を遂げたという感じです。ということで、ブログシューズの歴史、ディティール、そして種類なんかを解説していました。ここからはキッシュザワークの MTO モデル、セミブログのチークとフルブログのマホガニについてディティールなんかを解説していきます。まずちょっと名称からなんですけど、このチークとマホガニ、木の名前です。キッシュザワークの MTO では MTO モデルそれぞれ木の名前を付けてるんですけど、このブログファミリーとして一貫した名前を付けたかったんですね。なので世界三大高級銘木と言われる、家具で使われる銘木とされるウォルナット、チーク、マホガニ3つあるんですよ。これは加工性も良く木目も美しく耐久性も高い、そんな3拍子揃った木たちなんですけど、
ウォルナットというのは少し色味が黒くて落ち着いている雰囲気があります。なのでキャプトオックスフォードに名付けてます。ウォルナットです。で一番華やかな木はマホガニーですね。本当にカビで木目がキラキラ輝いて美しいです。なのでフルブローグ、最も装飾的なこのフルブローグにマホガニーと名付けてます。そしてその中間、僕のイメージの中ですよ。チークというのはその両方を合わせ持ったいい感じのちょうどいい具合なんですよね。なのでセミブローグをチークと名付けてます。そういった形でこの靴のデザインと木の見た目だったり印象っていうのを合わせる形で沿わせる形で名付けています。セミブローグのチークとフルブローグのマホガニー。こちらデザインはですね、全て前回解説のウォルナット、ペカンと同じくオックスフォードモデルなので、デザインのラインっていうのはある程度共通させています。そこに穴飾りを乗せる、そしてウイング形状が追加される、そんな具合でパッと見それぞれのデザインに特別なデザインの狙いがあるというよりは、4種類のデザインが一貫して見えるような作り方というのを意識しています。こちらのセミブローグはキャプトオックスフォードやパンチドキャプトとは違ってカウンターパーツがついてますね。カウンターパーツというのはこのかかとの部分に新たにパーツが追加されています。でそれを追加することによってかかと一番後ろに継ぎ目を作らなくてよくなったので、つるっとしたシームレスヒールですね。継ぎ目がなくて丸く美しいヒール形状が出せます。そしてアイレットの横はフェイシングっていうんですけど、ここには小穴飾り、そしてトップラインにも続くように小穴の飾りを入れています。メダリオンはラムズホーンを採用しています。そして革の断面にはギンピングですね。革のギザギザ模様を入れています。そしてフルブローグの方、フルブローグはセミブローグとほとんど同じなんですけど、まず大きな違いはつま先のウイングチップですね。本当にウイングチップの形状って靴によって様々なんですけど、このマホガニのウイングでこだわったのはウイングのこの丸みから流れていく直線へのつながり、曲線直線曲線みたいな、そういうライン構成になってます。全部を曲線にすると少しカビになりすぎるというか、スマートさが少しなくなって結構味濃い感じになるんですよね。なのであえて直線を入れてます。これもチークとの違いですけど、フェイシング横の穴飾りは小穴だけじゃなくて親穴小穴の組み合わせになっています。やはりフルブローグなので全体的な装飾度をアップさせるという目的ですね。トップラインは同じように小穴飾りです。ここはですね、トップライン結構脱ぎ履きで負荷もかかるので、あまり大きい穴を開けて若干強度不足になる可能性を鑑みて小穴のみにしています。そしてメダリオンはセミブローグと違う、これちょっと名前なんていうのか分かんないんですけど、花みたいなメダリオンですね。ロゼット型って言ったりするかもしれないです。これはチークとの大きな違いでもあるんですけど、ギンピングがないです。通常フルブローグの方がより装飾的にギンピングも全て入れた方がもっと装飾的なんですけど、あえてこのマホガニーではギンピングを抜きました。好みもそれぞれあると思うんですけど、僕はこのフルブローグギンピングありももちろん大好きなんですけど、ギンピングなしにして少しすっきりさせることによってカジュアル感とフォーマル感のバランスをちょうどよく保ちたかったというところですね。ちょっとギンピングまで入れるとかなりカジュアルによってオーダーの時にチョイスする革も限られてくるなと思い、ギンピングなしで制作しました。といった形でバンプラインだったりアイレットの間隔といったところはベースであるキャプトオックスフォードのウォルナットと共通しています。このブローディングシューズっていうのはカジュアルでもあり、かつ内羽オックスフォードというフォーマル要素も持っているので、結構この革の選び方とかソールのディティールでグッと触れるんですよね。イノシシ革とかクマ革みたいなちょっとワイルド系の素材、そして底回りもちょっとボリューミーなんかにするとイギリスのもともとカントリーサイドで履かれていたようなカジュアルシューズになりますし、逆にボックスカーフであまり主張しない底回りすっきりさせた見た目にすると都会寄りになってくるみたいな、そういう革とディティールでこっちに寄せるこっちに寄せるっていうのはかなり面白いと思います。もともとの歴史になぞらえたカントリーっぽい靴にするのもよし、そこから発展してきたフォーマルらしさを強く出すのもよし、これに合わせる服装によっても
いろいろ変わってくると思いますので、そのあたりの服と革とデザインとディティールと非常にこの辺考えて決めていくというのは贅沢だと思います。ぜひ楽しんで考えてみてください。ということで今回はセミブログ、フルブログ、歴史、種類、ディティール、そしてキッシュ・ザ・ワークのデザインとしてのブログの解説でした。今後もまだまだ MTO デザインありますので、クラシックの歴史からキッシュならではのこだわりなんかも含めて解説やっていきます。ぜひお楽しみに。それではまた。